はい、カニ座の皆さんこんばんは。アストロカウンセラーのターラです。いつも動画のご視聴ありがとうございます。今回は3月前半のタロットリーディングをさせていただきます。星の動きはですね、3月とても大きく動くので、その動画は別にまとめてますので、よかったらそちらご覧になってからまたこの動画をご覧いただけるとより一層活かせると思います。よろしくお願いします。早速いきますね。はい、じゃあ一緒に見てみましょう。お願いします。鳳凰、ソードの5の逆、ペンタクス7、ラバーズ、ペンタクスのナイト、ワンド9、ソード6逆、気をつけることは対策がカップのナイトとワンドクイーンの逆とオラクルはカップの2です。楽しそうですね。なんかね、やっぱり火星がね少し前から蟹座に入っているので、なんかこうバイタリティっていうものはすごく上がってると思うんですね。でさらに今この3月前半っていうのはこう自分の専門性とか自分が自分のフィールドを超えていくよっていうなんかこう拡大していくよっていうエネルギーがすごく強い時なので、それをおそらく感じてらっしゃる蟹座さん多いんじゃないでしょうか。こうなんとなくなんだけど自分の人生が整理されていい方向に向かいつつあるっていうことを感じてませんか？まだ整理の方に焦点が当たってると、こんなに変わっていくとか、あれがもう違う風になっていくっていう、こう変化していく何かがなくなっていくということにこう焦点を当てている方ももちろんいらっしゃるかもしれないんですけど、何のためにその変化が起こっているかっていうと、何かこれによって自分は変わるんだなっていうその可能性っていうものを感じてらっしゃると思うんですよね。感じてない方はぜひその可能性を感じてみてほしいんですけど、入り口がやはり鳳凰で現状もラバーズなので、もちろんこれまでいろいろお仕事にしても人間関係にしても自分がやってきた自己実現にしてもいろいろあったけれども、でもなんとなく今いい方向に向かってる気がするっていう、このなんとなくってすごい大事ですよね。今それを私は患者さんのリーディングの中で感じているということなんですね。ちょっとウキウキする感じかな。なんでしょうね、このちょっとウキウキっていう感じ。楽しそうですけどね、とても。はい、ちょっとオラクルがねやはりこのカップの2なので、こう誰かとの会話だったりとか、人と向き合っていくこととか、こう新しい人と知り合うもそうなんですけど、仕事を通して知り合うも何でもいいんですけども、人と関わることによって非常に心が満たされる感じがします。誰かと関わりたいという欲求が出てきたり、その関わりたいと思ってる人と仲良くできたり、この関係性大事にしたいなっていうものが膨らんだりっていう形ですね。これとてもいいですね。ただ全然ガツガツしてなくて、ゆっくり流れを見ていこうみたいな、そんな感覚もあります。とてもいいんじゃないですか。言葉が出てこないぐらい、なんかこの感覚を自分が感じていたいって感じがするぐらい楽しいなっていう感じです。そしてそうですね、気をつけることとして言うならば、こうなんかこうやっぱり自分の行動には責任があるから、こう下手なことは言えないみたいな、下手な口約束ができないっていう感覚で、少し様子を見たりちょっと遠慮したりみたいなところがありますけれども、なんかこう今までご自身がなんかね、これまでやってきたこととこっから先のその何か生まれようとしてるものってなんかね、あんまりこうリンクしてなくても大丈夫みたいなんですよね。ご自身の中ではその今までやってきたことを生かしてどうのこうのとか、こうそれをなんかつなげようっていう感じがあるかもしれないんですけど、今現れているこのワクワク感っていうのはなんか全く新しい感じがするんです。例えば自分がね仕事でこれだけ頑張りたいと思ってるんだって思ってる人がいたとしたら、仕事じゃない部分での何か楽しみっていうものが出てきてるって感じなんですよ。でもずっと自分が仕事で頑張りたいから、このやってきたこととかこのあれをなんとか生かそうと思ってるんだけど、そもそも仕事じゃないところでの喜びだから、あんまりそこが自分の中でつながらないって感じがするんですよね。だから予定外のっていうなんかな、想定外の楽しみが出てくるって感じがします。3月前半ぜひこの感覚を現実化しようと思ったら、本当にちょっといつもと違う行動をとってみる、いつもと違うルートを行くとか、ちょっと違うところに遠出するとか、普段だったら連絡しない人にしてみるとか、 SNS も発信してみるとか、なんか違う本を読んでみるとかっていうことでテリトリーから出るっていうのがとてもいいんですね。
で実際の進展としてはここでやっぱりペンタクスのナイトが出ているので、ゆっくりゆっくり成長していくよっていう形があり、このゆっくり成長していく過程がまた楽しいって感じがするんですよね。でも実際自分がその相手に対して何かをしたいとか、自分に生まれてきたこの喜びを膨らませたいと思っても、こう全てをなんか置いてそのために生きるってわけじゃないから、何か自分がそれだけに没頭できないジレンマみたいなものも感じるかもしれませんが、でもそれがまた楽しいんですよ。そういうジレンマが楽しいんですよ。その中でちょっと進んだとか、こんなできた、やっとできたみたいなね、そんな感じがあるので、今一番感じているのはなんか新しい楽しみ出てきたなっていう感じです。いかがでしょう。出てきてますか？出てきてますっていう方、ぜひいいねボタンやコメントで教えていただきたいです。関係性が豊かですもんね。なんだか多少流れがね思い通りじゃないってなったとしても全然いいんです。どっちが先に出るかだけですから、それは何がって言われたら、何かを終えて次に行くっていう、何かを終えることが先で次に行くのか、先に何かが生まれてそれを終えていくのかって、どっちが先でもいいんですよね。なのでなんとなく自分が足止めされてる感じがするとか、なんかうまく進まないっていうのも、その間に今やってることがありますもんねみたいな感じなだけなんですよね。ちょっとこれ踏まえた上でお仕事のこと見てますね。全体のところで解説した金星の逆行とか水星の逆行に関しては、カレン座の皆さんは社会っていうところで逆行するんですね、金星も。ですのでお仕事での価値観や仕事での喜びっていうものが少し違って見えるっていうのもあるかもしれません。例えば仕事で何かを依頼されて、でそのことを自分がじゃあ一生懸命やろうって言ってめちゃくちゃ頑張ろうと思うんだけど、本当に求められてるニーズとはちょっと違うことを頑張ってしまったみたいな、そんなこともあるかもしれないし、ですのでよくよくその相手のニーズっていうものを把握するのは必要ですね。自分で早とちりして判断して大げさにやりすぎないっていう感じでしょうか。そうね、あとね、14日の月食っていうものも、自分のその可能性っていうものや自分の考えっていうものが、いやこの考えはそんな世間には通用しないぞとか、自分ができるのは所詮これぐらいだからみたいに思ってる、その自分のテリトリーの中にいるものと遠くにいるものっていうものがすごく引き合うんですよね。でこの3月前半はぜひ遠くに手を伸ばしてねと、足を伸ばしてねっていうのが開運なので、何かそこでの葛藤を感じたとしても、それは超えるべき葛藤なんだなって思ってもらいたいです。今仕事として出てきたのがカップの10にペンタクスのページなので、やっぱ仕事運あるんですよね。恵まれてます。恵まれてるからこそ、何か自分がさらに資格を取らなきゃいけないんじゃないかとか、資格取った方がいいんじゃないかっていうことを考えそうな感じですね。もちろんご自身がやりたくてその資格を取ろうとか、何か勉強しようというのはとってもいいですよ。でも一番言われているのは、仕事を通しての喜びがありますよねっていうふうに言われているので、その仕事仲間との関係性や仕事での楽しみっていうことをご自身が十分感じる方が大事なんだなって感じがしました。ですので特にこれは3月15日以降ですけども、水星も逆行したりするので、仕事のスケジュールが変更になりやすかったり、特にシステムエラーとかですね、起きやすかったりするので、早めにチェックしておかれるのもいいかと思います。でもそういったなんか技術的なことっていうのではなく、なんか人との仕事を通しての喜び、何に対して自分が楽しんでいるのか喜んでいるのかっていうものに焦点を当てて、その上で勉強したかったら勉強してねって、必要な情報を取りたかったら取りに行ってねって、セミナーを受けてもいいしみたいな、そんな感じです。はい、ちょっと人間関係というので見てみますね。カップのプリンセスページですね。そしてペンタクルスの8、カップクイーンということで、人間関係は非常に豊かですね。やっぱりオラクルがカップの2っていうのもありますし、自分の感情をシェアする相手がいる、シェアしたいと思う人がいるとか、自分から生まれてくる何かしら温かい感情があるってことなんですね。でこれが人を通してさらにそれは豊かに流れるよっていうふうに言われています。何かが生まれようとしている。さっき言った一番最初に言ったなんだろうこのワクワク感みたいなのが、おそらく人を通してのことなんですよね。仕事もそうだし、人間関係もそうだし、
なんかその上で自分ができることをしっかりやらなくちゃいけないっていうね、このペンタクルズ8っていうカードもあるんですけど、この自分が何かをするっていうのはものすごいその奥に豊かな恩恵が待っているって感じもしますし、喜んでやりますみたいな感じもありますね。いいですね。例えば他者に気を使いすぎるとか、いや私友達いませんっていう方も、別に友達じゃなくてもいいわけです。たまたますれ違った人とか、何かでレジの人とか店員さんとかでもいいので、人と関わることによって生まれる自分の感性っていうものが非常に豊かです。これはネットを通して、例えば誰かのブログを読んで、なんかすごい感性磨かれたみたいなのもあるかもしれないし、動画を見てすごくビリビリと自分が何かが開かれようとしてるっていう感じになるかもしれません。はい、そんな感じですね。どうでしょうか。分かりました、通じましたっていう方、ぜひいいねボタンやコメントで教えてください。ちょっと最後にもう一枚オラクルカードを引いてみましょう。はい、ですね、このカードが出ました。このカードを見て何かしら感じることがあれば、ぜひ皆さんも直感使ってメッセージ受け取ってみてくださいね。リラクゼーションということで、とにかくゆっくり休んでねっていう、自分にとってハッピータイムをちゃんと持ってねっていうのもありますし、また非常にやはり聖なる直感っていうのかな、自分の不滅のスピリットを感じるっていうか、どちらもやはり瞑想したりとか、目を閉じて感じる自分の中に溢れてくる感覚が何かあるんだなっていうふうに思うので、その感覚をぜひね、人と関わることによって肥やしたり、さらに感化されたり、盛り上げていってもらえたらなと思いました。はい、ということで今回もありがとうございました。またいい時間をお過ごしくださいね。また動画でき次第アップしたいと思います。ありがとうございます。失礼します。